9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウィスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながら、どうぞ最後までお付き合いください。コメントをいただきました。ありがとうございます。これはアドナムルッカン10年の回ですね。いつも楽しみにしています。10年価格も8000円台なので購入したいと思います。ありがとうございます。10年熟成のシングルモルトが定番で安定して出てくると嬉しいですよね。1万円以下で買える価格も魅力です。参考になったようで良かったです。もう一つコメントをご紹介したいと思います。アランはいいボトルが多いからこそ、個々人の通うバー次第で印象が変わるイメージがあります。私はシェリーカスクのロックに生チョコを合わせるのが好きですが、アランバーレー10年も飲んでみたいなと思わされました。コメントありがとうございます。おっしゃる通りですね。シェリーカスクに生チョコは最高のペアリングです。アランは定番に加え、ワインカスクのシリーズやロバート・バーンズにマクリームはお店のこだわりを表しやすい銘柄だと思います。アランバーレー10年を見つけたらぜひ楽しんでいただければと思います。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランドマル島のトバモリー蒸留所が新作となるレダイグキャスタウェイを正式発表しました。今回のリリースで注目されているのが熟成に使用された樽構成です。なんと今回はカリビアンラムダルとメキシコ産テキーラダル、この2種類の樽を使用したフィニッシュを採用しています。レダイグといえば潮風を感じるような塩気、力強いピートスモーク、そして少し荒々しさを感じる島モルトらしい個性で知られる銘柄です。そこへ今回南国系のラムダルとテキーラダルを組み合わせるというかなり実験的な構成になっています。トバモリー蒸留所はスコットランド西海岸ヘブリディーズ諸島に属するマル島に位置する蒸留所です。創業は1798年。200年以上の歴史を持つ非常に古い蒸留所ですね。通常ラインはノンピートタイプのトバモリー、そしてピーテッドタイプのレダイグ。この2つのブランドを製造しています。特にレダイグは近年、クラシックなアイラモルトとはまた違った個性を持つアイランズモルトとして世界的な人気を高めています。塩気を伴うスモーク感とオイリーで厚みのある主質、そして少し野生的なニュアンス。これがレダイグらしい魅力です。そして今回登場したキャスタウェイは、その個性をさらに大胆な方向へ押し広げた一本と言えます。公式テイスティングノートでは、香りには海岸沿いのピートスモークにキャラメルでしたバナナ、ライムの皮、バニラの香り、青リンゴ、白胡椒、そしてほのかな潮風の香り。味わいは力強いスモーキーなスパイスの風味が前面に出て、グリルしたパイナップル、塩水、ハーブのアガベがバランスよく調和しています。口の中央では黒胡椒を焦がした柑橘類、濃厚なトフィーの風味が広がります。フィニッシュは長く、温かみのある味わい。くすぶる泥炭の残りがデメララシュガーの甘み、唐辛子の辛み、そして最後にライムの爽やかな香りが感じられるとのことです。ただ単に甘いだけではなく、テキーラ樽由来と思われる青いハーブのようなニュアンスが加わることで、かなり個性的な方向に仕上がっている印象です。ちなみにアルコール度数は 61.1%、カスクストレングス仕様でのリリースとなっています。このあたりも近年のスコッチ市場らしい流れを感じますね。というのも現在のスコッチ業界ではクラシックな熟成感に加えて個性的な香味、強い体験性、これがかなり重視されるようになってきています。特に若い世代や海外市場ではシェリーダルやバーボンダルだけでなくラムダル、
ワインダル、ビールダル、さらには今回のようなテキーラダルなど、従来のスコッチではあまり見られなかった樽使いへの注目が高まっています。その中でも今回のレダイグキャスターウェイは、スモーキーな島モルトとアガベ由来の個性、この組み合わせに挑戦したかなり先鋭的なリリースと言えるかもしれません。今回のボトルはマル島とアイオナ島の地域コミュニティ支援プロジェクトとも連携しており、売上の一部は地域支援へ活用されるとのことです。こうした土地との結びつきも島の蒸留所らしい魅力ですね。価格はイギリス市場で65ポンド前後、およそ6400本限定とも言われています。おそらく今後日本国内でも見かける機会が出てくるかもしれません。個人的にはハイボールよりもストレートや少量加水でゆっくり香りの変化を楽しみたい一本ですね。特にスモーキー系が好きだけど最近は少し飲み慣れてきた、そんな方にはかなり刺さるかもしれません。ラムダル由来のトロピカル感、テキーラダル由来の青いハーブ感、そしてレダイグ特有の潮風を感じるピート、かなり唯一無二な構成です。2026年のスコッチ市場を語る上でも象徴的な一本になるかもしれませんね。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はティーリング蒸留所からアレンテージョホワイトワインカスクフィニッシュです。ティーリング蒸留所は2015年にティーリングウイスキーカンパニーによってダブリンに設立され、バカルディリミテッドが所有するアイルランドのウイスキー蒸留所です。この蒸留所はジャックとスティーブン・ティーリングによってかつて世界のウイスキー蒸留の中心地であったダブリンに125年以上ぶりに設立されました。ちなみに彼らの父、ジョン・ティーリングは1987年にクーリー蒸留所を設立しています。ブランドのシンボルである蒸留機から立ち上がるフェニックスはティーリングウイスキーブランドの再建を象徴しています。ソムリエセレクションはフィニッシュにワインダルを使用するティーリングの限定シリーズ。アレンテージョホワイトワインカスクフィニッシュはポルトガルのアレンテージョ地方で醸造された白ワインダルで定番のスモールバッチブレンデッドウイスキーをフィニッシュしています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は綺麗なアンバーですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは干し草に麦の香り。ミドルノートは砂糖漬けのフルーツ。ラストノートは柑橘と蜂蜜を感じます。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかでボディはミディアム。ややオイリーでペッパーやタンニンのスパイス。心地よいフルーツにほのかに蜂蜜。軽やかな酸味が白ワインを連想させます。フィニッシュはスパイスやハーブのドライなニュアンスから
フルーティーな甘みがショートな余韻に続きます。非常に飲みやすいウイスキーでした。さっぱりとしていて味わいは穏やか。少しだけ油分を感じるおかげで薄いと感じることはありません。ただ味わいにダイナミックな表現がないため少し物足りなさを感じる方もいるかもしれません。ここは好みが分かれるところかと思います。飲みやすく気軽に楽しめるウイスキーとしては素晴らしい仕上がりです。ストレート、ロックなどお好きな飲み方で大丈夫です。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはティーリング蒸留所からソムリエセレクションのリオハレッドワインカスクフィニッシュをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。